なにそうチータいっぱい。金井先生。金井先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいね。戦国武将ラーメン。はい、戦国武将ラーメン。ねえ、伊達政宗って言ってすごい光ってるしね、ここね。女子受けもするけどね、男らしい、いい感じ。秀吉に対しても家康に対しても全く臆することなく、ね、自分のお城に味噌工場を作っちゃうんです。単なる料理好きのレベル超えてるわけですよ。実は1992年から東進ハイスクールさんっていうところでメインでやらせていただくようになって、花月さんと一緒に歩んできたというような。昨日行ってきましたけどね。何しに来たんだ今日私。やはりね、伊達政宗の人気の秘密というのは、10年生まれるのが遅かった。あと10年彼がね早く生まれてたら時代はどうなってただろう、そして天下は誰が取ってただろう、もうそれが分からなくなるような、もうそういうロマンを秘めた武将なんです。結構ね若い時やんちゃなんですよ。私が大好きな伊達の三家臣板倉小十郎というね、そういう参謀役が10歳年上のね参謀役がいて、彼がちゃんと抑えるわけなんですよ。抑えられる参謀役がいるからこそとんがってられるわけですよね。もう一人は武の重実。政宗よりももっと鉄砲玉なんです。自分よりもすごいのがとんでもないのがいると、そうすると自浄作用じゃないですけど、止めるとこでいいとこのとこで止められるんですよね。そしてもう一人はこれ李の綱元というのね。彼はもういわゆる内政面ですよね。財政とかそういうものをきちっとやるね、ものすごく優秀な総務経理担当みたいなね、そういうような人たち、それがしっかりとスクラムを組んでいるからこそ政宗は暴れられる。秀吉に対しても家康に対しても全く臆することなくといくね、あのかっこよさっていうのがやはり大きな魅力なんでしょうね。親父になってなんか料理に走る人とか結構いるじゃない。政宗なんてまさしくそれのね元祖なんですよ。晩年は本当にもう料理にはまりまくるんですね。徳川幕府三代将軍家光という人、おもてなしをするんですけど、料理監修伊達政宗、もう自分でもう全国から美味しいものいっぱい集めてきて、全て塩加減とか味噌はこうしろこうしろ全部これ監修して、そして一品一品将軍にお出しするというね。でさらにまたすごいのは何かって言ったらね、自分のお城に味噌工場を作っちゃうわけですよ。俺が食いたい味噌を作る、味噌工場ドン。単なる料理好きのレベル超えてるわけですよね。安きに流れず独自の道を突き進む。多分ねラーメンチェーン店ってね2つに分かれてると思うんですよ。だんだんとなんか中華食堂化していくチェーン店、そしてもう一つはもう一つのラーメンをただ出し続ける。花月嵐さんだけはそのどちらとも違う、もう独自の道、それを唯一歩んだ。これって伊達政宗と同じなんですよ。これ別に打ち合わせしたわけじゃないのよ。伊達に25年帰ってないよ。